今回の動画では5月下旬に開催が予定されているイベント、危機契約3作戦コード年配のイベント内容を紹介していきます。危機契約3作戦コード年配は危機契約0以降のシステムを引き継いだ内容となっており、これまでの危機契約からの大きな変更点はありません。基本的には常設ステージでは危機等級18と特定の契約を組み合わせた任務のクリアを、日替わりステージでは危機等級8と特定の契約をクリアすることを目標とし、ステージクリアに定られた契約賞金を用いて様々な素材やアイテムを入手することが今回の危機契約の目的となります。まずは今回追加される常設ステージとローテーションが変更される日替わりステージを紹介。今回追加されるステージは常設ステージ1つと日替わりステージ1つとなっており、常設ステージには風食したコーチが、日替わりステージにはロック廃墟が追加されます。これに伴って日替わりステージの観光源と新通りは廃止となり、危機契約3での日替わりステージは、崩壊した大通り、中継所、凍てついた廃墟、武器庫東、大鉄の峡谷に加えて、前回の常設ステージだった廃工場、そして今回追加されるロック廃墟となります。それでは、まずは日替わりステージであるロック廃墟から紹介。ロック廃墟は敵は左上と右下の2箇所から出現するステージとなっており、右下からはブッチャーや狙撃兵、軽装兵などの敵が、左上からは特戦術師や術剣士が出現するため、配置する位置によって敵への対策を変える必要があります。また、中央には活性原石マスがあるので、このマスに敵が触れてしまうと、契約によって上昇している敵の攻撃力がさらに強化されてしまうので注意が必要です。そしてこのステージでは、雑魚敵だけではなく、ボスとなる敵ユニットも出現します。このステージでのボスとなる敵は、ダブルとなっており、契約次第では時限爆弾によって重装ですら一撃で倒されてしまうこともあるため、ダブルに対しては早期決着をつけることが非常に重要となるでしょう。高速再配置を用いて時限爆弾の不発を誘うことも有効だとなるはずです。続いて常設ステージとなる風食したコーチを紹介。風食したコーチは雰囲気としては、サイドストーリー、闇夜に生きるの DMEX6 に似たステージとなっており、今回のボスクラスとなる敵は、サルカズ魔剣士とサルカズ呪術師になります。ステージギミックは風向によって、オペレーターの攻撃力が強化されたり、減少したりする気流装置のみとなっており、特に新しいギミックというものは存在しません。このステージでのポイントは、サルカズ呪術師とサルカズ魔剣士をいかに素早く対処するかという点で、サルカズ魔剣士たちは一度殲滅をしても次々に投入されていきます。当然、契約によって魔剣士も呪術師たちも強化されるため非常に厄介となっているのですが、呪術師は特に厄介な敵で、契約次第では短期かつ一撃でこちらのオペレーターを沈めてくるということもざらにあります。では、一体ずつ安全におびき寄せればいいのかというと、そういうわけではなく、あまりにもゆっくりと処理していると、サルカズ保障隊長が徐々に近づいてくるため、実質的にはサルカズ保障隊長がステージ攻略の制限時間になっていると言えます。このように非常に厄介なサルカズたちが次々に現れるというステージにはなっていますが、基本的な攻略の要領としては闇夜に生きるのステージと大きな違いはありません。また、サルカズ保障隊長に関する契約も存在はしていますが、サルカズ保障隊長は攻撃をされなければ特殊効果を発揮しません。つまり、サルカズ保障隊長を攻撃しないような環境を作ってやれば、ボーナス契約になるというわけです。DMEX6 で例に挙げるとこのような感じ。スポットは軽装兵の相手をしているため、紹介隊長はブロックされているのみで、進行を妨害されているにもかかわらず、攻撃されていないので旗揚げをしません。このような方法を使えば、紹介隊長の契約は一気にボーナス契約に様変わりするというわけです。では、今回の危機契約においては、どのオペレーターが活躍するのか。大まかに挙げると、このあたりのオペレーターとなるでしょう。というより、投稿者はアーミアを除く5人足すアルファで、実際に大陸版にて、危機等級18をクリアしました。スルトはもはや言わずもがな。イフリータは今回の敵は、実耐性が高いのでデバフ兼ね殲滅要因として、サリアは回復足すブロック要因、
アーミヤはスキル1の術回避プラス 60% を用いての回避立てと素質による味方の強化を、ナイチンゲールは猿数呪術師の対策、そしてマドロックは敵の殲滅とブロックが役目となります。この中でも特にマドロックの活躍が著しく、マドロックがいるかいないかで難易度は大きく変わると言っても過言ではありません。マドロックを所持していないというドクターは、ぜひとも今のうちにマドロックをサポートに入れているドクターと戦友になっておきましょう。なお、これらのオペレーターはあくまでも編成することでクリアが楽になるというオペレーターたちであり、クリアに必須のオペレーターというわけではありません。式難易度は非常に高くはなってしまいますが、極論を言えば、今回の危機等級18は、星3オペレーターのみでもクリア可能です。好き者でもなければ、わざわざ星3のみでクリアする必要性もありませんが、いずれにせよ、危機契約1ほどのシビアさはありません。続いて、危機契約2にて入手することができるコーデや素材を紹介。危機契約3では、0の時のバイビーク、2の時のシーンのような配布オペレーターはおらず、配布コーデとしてバグパイプの専用コーデ、トップクイーンを入手することができます。なお、トップクイーンはこれまでの配布オペレーターと同じく、常設交換書に追加されるため、仮に今回の危機契約で入手することができなくても、次回以降の危機契約で入手することは可能です。なので、新米ドクターの方が今回の危機契約で無理に入手する必要はありません。そしてさらに、過去のイベントで配布されたマッターホルンの専用コーデ、砂浜の番人 GT001 も今回の危機契約から復刻されます。こちらもバグパイプの専用コーデと同じく常設交換書への追加となるため、今回の危機契約で入手できなくても今後入手機会が消滅するということはありません。そして今回の報酬のもう一つの目玉となるのが、星6前衛の印4つとなります。現時点で実装されているスルトに使用するのもよし、今後実装されるラッシュ型前衛オペレーター、マウンテンに使用するのもいいでしょう。なお、こちらの星6前衛の印も常設交換書への追加となるため、焦る必要はありませんが、ぜひとも入手しておきたいところです。そして、期間限定交換書で交換できる素材は、上記の通り。有限交換素材は、どれも交換先として優秀にはなっていますが、無限交換素材に関しては、中級異鉄と中級アケトンは、今回の危機契約後に入手効率が良いイベントが開催される可能性が高く、RMA70 の12に関しても少し先にはなってしまいますが、ドロップするイベントが開催されたため、現状では今後も効率のいい入手先がないという事態には陥りません。ですので、今すぐに素材が欲しいという状況でない限りは、無限交換素材はスルーをして、契約賞金を今後のために貯めておくというのもありでしょう。続いて、危機契約3にて入手できる勲章を紹介。危機契約3でも、これまでの危機契約と同じく、勲章システムが存在しており、今回も危機契約開始1週間後以内に、常設ステージの等級18をクリアすることで、勲章をメッキ加工することが可能となっています。それぞれの勲章の取得条件は上記の通り。なお、今回も例に漏れず、危機契約の勲章は復刻しないので注意が必要です。以上が危機契約3で獲得することができる勲章となります。続いて、同時期に開催されることが予想されるスカウトを紹介。今回の危機契約では、開催期間中には前回の危機契約と同じく連合作戦が開催されるものと推測されます。連合作戦は、星5以上のオペレーターは特定のオペレーターしか輩出されないというもので、星6は、星熊、ケオベ、バグパイプのみが、星5は、ブローカ、アスベストス、アズリウス、ワルファリン、イースチナ、アステシアのみが輩出されます。
これらのオペレーターの中で欲しいオペレーターがいるのであれば回してみるのもいいかもしれません。逆にすでに所持をしていたり特に必要性が感じられないのであればスカウト回数はスタンダードスカウトと連動しているのでスルーすることをお勧めします。以上が同時期に実施される可能性があるスカウトとなります。続いて同時期に実施される可能性が高いイベントを紹介。今回も例に漏れず物資調達とソック探索が期間中は終日開放される可能性が高くなっています。ここ最近は曜日任務の全開放が機器契約期間中しか行われなくなっているので、オペレーターの育成やアーツ額集めなどはこの期間中に重点的に行うことをお勧めします。以上が機器契約3作戦コード年配の内容や同時期に行われるスカウトなどの紹介及び概説となります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。